こんにちは、ミドチャレ TV の愛です。突然の電車の中から失礼します。ただいま私は湘南新宿ラインの中です。とある栃木県のホテルの帰りで、お昼を食べ損なっちゃったんで、お腹がもうペコペコ。素敵なお宿を見つけてきたので、後日またアップしますね。ということで、新宿駅に到着しました。この時間は夕方の4時ちょっと前ぐらいかな。まっすぐ帰ることも考えたんですが、なんだかどこかでふらっと飲んで帰りたいなっていうことでやってきましたのが、日高屋さん。こちらでちょっと早めの夕飯を取りたいと思います。ということで着席しました。タッチパネルやっていきますよ。1年ほど前はタッチパネルに戸惑っていた私ですが、だいぶ慣れてきました。はい、軽いおつまみ系をどんどん頼んでいきますよ。日高屋さんに来たのは久しぶりです。会社の仲間と何度か来たことはあるけど、一人は初めて。ということで、ビールで乾杯。旅の余韻に浸りながら、少し疲れた体をビールで流し込みます。ビールのつまみといえば、そら豆。そして餃子3つ。ちょい飲みに餃子3つっていうのがいいよね。では、餃子のタレを作っていきますよ。今日はね、酢胡椒ではなくて普通の餃子のタレを作っていきます。日高屋さんオリジナルのお醤油とかね、調味料で作っていきます。では早速、そら豆をいただいていきます。日高屋さんのそら豆って結構柔らかめに茹でてない？そして、いつも思うんだけど手がビシャビシャってなるよね。これみんなそう？でも塩分が程よくってとっても美味しいです。ビールが進む味ってこういうことだよね。そら豆ってこの皮は食べるのかな？私はね、皮を取って食べてました。みんなはどうしてますか？美味しいって言ってます。はい、そして大好きなドラゴンチキンがやってきました。そして餃子も食べますよ。餃子、餃子、餃子、餃子。タレにつけて。はい、ではチキンからってチキンかーいって言われちゃいそうだね。なんで私も先にチキンに変えたのかよくわかりません。でもこれがさ、ビールに合うんだよね。あまりにも美味しくって。もう一回。この間ね、視聴者さんから最近グッと出なくなりましたねって言われて、ああ、確かにそうかもと思って、はい、リクエストにお答えしてグッとやってみました。さあ、では餃子食べていきますよ。ここの餃子さ、皮が薄くって大好き。なんかね、ご飯が食べたくなる餃子。もちろんビールとね、おつまみとしても美味しいんだけど。薄皮だよ。美味しい。日高屋に来たら私は絶対頼みたいドラゴンチキン。ネギと一緒にいただきます。これさ、330円だっけ？すごい安いよね。この餃子3つセットだってびっくりするぐらいの値段だよ。160円。見て、餃子薄皮なの。このぐらいの薄い皮が好き。みんなは厚い皮と薄い皮、どっちが好きかな？そうこうしているうちにビール飲み終わっちゃいました。次は何飲もうかな？ということで、飲み物を注文していきます。お、ハイボール。ここはリクなんだね。私は普段角ハイを飲むことが多いから、リクってあんまりね、馴染みがないんだけど、あれ、可愛い女優さん、みおちゃんだっけが CM してて華やかなイメージがあります。ハイボールに合うおつまみも探していますよ。それにしても、どれも安いですね。明太子ポテトサラダなんて180円。コンビニより安い。冷ややっこを注文、そしてハイボールも来ましたよ。ではこれで飲んでいきましょう。お疲れ、はい。にゃ。はふー。よっしゃー、食べていくぞー。ということで、ビシャビシャっと醤油をかけます。このお豆腐はね、今日はね、きゅうりの代わりです。日高屋さんきゅうりがないので、口直しに私は今日は豆腐を食べていくことに決めました。冷ややっこって子供の時はあんまり美味しいと思わなかったんだけど、
大人になると味覚がやっぱり変わるんだね。大好きになりました。子供の頃から食卓には冷ややっこがよく出てて、母がね、よくね、食べなさい。健康にいいから食べなさい。ってすっごい言われて、逆にね、食べたくなくなっちゃったっていう思い出がある。そういうのあるよね。言われすぎると嫌になっちゃうみたいな。それにしても私なんで一人でニヤニヤしてんだろう。ちょっと危ない人ですね。はい。そしてドラゴンチキン食べていきますよ。おネギがタレに浸っていい感じになってきました。おネギをね、食べていきます。これはね、ネギをつまみにしてもいいし、さっきみたいにチキンと一緒に食べてもいいし、二度美味しいよね。そしてお豆腐を間に入れていきます。まるでライスを食べるかのように豆腐を食べてるね。でも、お酒にはライスより豆腐が合う。このドラゴンチキンのピリ辛な感じがめちゃくちゃ美味しくって、思わず、お主やるよのやるねって言いたくなっちゃいます。そして口直しに豆腐を投入。みんながさ、私の動画を見てくれるときって夜が多いのかな？飯テロをしちゃってるよね。でもね、私もね、自分で動画編集しながらいっつもね、もうお酒飲みたくなるって、飯テロ酒テロに合ってます。そして久々の旅系じゃない動画。はい、これ何してるかっていうと、サムネイルどうやるんだっけ？こんな感じ？みたいなイメージしてるんだけど、これ出そうか迷ったんだけど、青ですね。すいません。ちょっと出しました。ここね、空調の下で寒いの。すっごい寒かった。半袖なので、はい、こういうストールを持ってると、夏場も風邪をひかないで済むかな。これ持っててよかった。基本的にね、エアコンの下とか大丈夫な方で、全然寒がりではないんだけどね。さすがにここはね、直撃でした。ここでとあることに気づきました。水浸しになっていたそら豆ちゃんが冷えると水が出てこなくてちょうどいい硬さになるのびっくり。これは計算された茹で具合だったのかもしれない。私の動画を YouTube 立ち上げ当初から見てくださってる方は一人飲みだいぶ慣れたなって思われるかもしれませんね。王将動画、あれはもう本当に一人飲みスタートぐらいだったので、もう動揺しまくってましたよね。そんな私もいろいろね、経験して成長したかな。慣れてきました。皮食べてみましたよ。やっぱり皮はない方が美味しいかな。私の好みです。食物繊維とかでもありそうだよね。なんちゅう顔してるね。すいません。変な顔しちゃってる。そして、はい、私のカバンが光ってたのでなんだろうと思ったら、これはね、充電器です。携帯とか。懐中電灯みたいなの知らなかったんですってずっとつけっぱなしで、とうとうね、会ってみたら、100% あった充電が0になってました。ショック。結構ね、携帯の方ももう充電切れそうだったから、これ当てにしてたんです。でも、もう帰るだけだから。はい、ふてくされてますけど、しょうがない。このボタンを押さないように、今度から気をつけよう。スタッフさんがほとんどいなくなったので、カメラを上に上げました。だいたいいなくなった時にね、上げるんです。この時間はね、だいたい5時前ぐらいかな。5時を過ぎたあたりになると、少しまた人がパラパラっと入ってきましたよ。これなんて言ったのかね、ちょっと自分で忘れちゃった。2週間？なんだろう ?2 週目？そして、そら豆をかじる。はい、お酒なくなっちゃったので追加していこうと思います。タッチパネルだけではなくって、こういったちゃんとしたメニューもね、用意してくれてますよ。私はやっぱりね、こういう紙媒体系の方が落ち着くんだよね。頭に入ってくるっていうか。そうそう、何かね、また頼もうかなって思ってます。新聞みたいな感じで見てますね。これが新聞だったら知的なんだけど。さあ、何を頼もうかな。はい、再び店内が空いてきましたよ。ハイボールのおかわりということでやってきましたよ。乾杯しましょうか。
では、乾杯。ちょっとなんで貯めたのか私も分かってないですけど、貯めすぎですね。ちらっと、怪しい。客層を見てます。男性が多いぞっていう顔です。はい、そして野菜たっぷりタンメンの到着。見てこの湯気。この席がいかに寒いかって伝わるでしょうか。なんか北国にいるみたい。ここは東京の夏でございます。この空調がこの場所を冬にしています。見てこれ、すごいし笑っちゃってます。まあね、冷やし麺を頼もうか迷ってたんですけど、これでよかった。こんなに寒いと思ってなかったから。でもね、このお店の演出じゃないですけど、このおかげでよりラーメンが美味しく感じましたよ。ではスープをいただきます。美味しいです。温まります。このスープはね、あっさり塩味スープなんだけど、野菜がね、旨味がぎゅっと溶け込んでるから、もうこれだけの量の野菜を使ったからこその味だと思います。一杯でなんと 350g のシャキシャキ野菜が取れる日高屋のヘルシー人気メニューでございます。これだけの野菜をたっぷり食べられるとなんか健康になった気がする。日頃やっぱり野菜不足が気になるから体をいたわりたい日にすごいぴったりだよね。麺を入れるとね、カロリーはそんな低いわけではないけど、麺少なめとかも選べるから小食の人にもありがたいよね。そして胡椒をたっぷり入れて味変をしていきます。またまた美味しさが増し増しです。ちなみにこの野菜のタンメンにはお肉もね、ちょっとだけ入ってるんだよね。でもこのちょっとの風味が逆にすごいいいなと思いました。こうお肉いっぱい入っちゃうと油っぽくなってくるし、そうでもしっかりお肉っていうかタンパク質の味もするから、良い意味で化学反応が起きてるんじゃないかなって思います。日高屋さんってカップ麺もなんか出してたような気がするけど、あれ美味しいのかな。食べたことがある人は教えてね。麺に触れてませんでした。麺はね、中太麺です。私なんか野菜からどんどん食べていく癖があって、麺最後に食べる人だからね、ちょっとね、いつも伸びちゃうんだよね。みんなは同時に食べてますか？でもね、しっかりとこのスープが麺に染み込んで、違う意味でまた美味しさが増します。今ね、これ4時は女性が多いけど、5時は男性が増えてきましたっていうお話をしています。お腹もいっぱい、心も満たされ、今日も満足でした。ごちそうさまです。さてさて、気になるお値段は、なんと、超破格の2570円。帰り際にニトリさんがあったので、ふらっと寄ってみました。気になるぬいぐるみ発見、スマホクッションですって。すごいこれ便利じゃない？スマホの台ってなんかこうガチャって置いたりするところが多いんだけど、ポンと置けるから、すごい便利だなと思いました。ただなんかね、猫ちゃんの目が怖いなと思ったのね。で、迷った結果、結局購入することにしました。この目もね、見てたらだんだん愛くるしくなってきたんで、クラをゲッター。今も便利に使ってます。ということで今日は私のお夕食に付き合ってくれてありがとうございます。もちろん帰りにハイボールを購入しました。ではまたね。